今日はイカ大根を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、イカ大根を作っていきたいと思います。和食の定番レシピかと思うんですけれども、イカと大根をね、とても美味しく仕上げるコツをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。スルメイカ、大根、お水、お醤油、みりん、お酒、お砂糖、だしの素、生姜、お米。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、イカなんですが、今回こちら生のね、スルメイカを使っていきます。グラムで言うと約 160g になります。こちらは目安にしてみてください。そして大根ですね、こちらはだいたい約 400g の大根を使用していきます。そして材料に入っているお米なんですが、大根の下茹でに使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきたいと思います。まずはじめにですね、大根の皮を剥きます。剥きやすいぐらいになるようにだいたい 3,4 センチ幅でまず切ってください。そして大根の皮を厚めに剥いていきます。煮物をする時とかはですね、大根の皮を厚めに剥いていただくと味が染み込みやすくなります。では剥いていきます。このぐらいですね、厚めに剥いてみてください。こちらの大根の皮はですね、きんぴらにしたり、あとは炒め物にも使えますので、捨てずにね、活用していただくといいかなと思います。ではこちらのね、皮も剥いていきます。はい、 OK です。そしたらですね、だいたい2センチ弱ぐらいの幅で切っていきます。こちらも同じように切りましょう。このように切ったら、続いてこちらを半分に切ります。大根はこのように切ってください。そしてこの大根なんですが、この角の部分の面取りをしていただくと煮崩れがしにくくなります。ただ面倒な時はね、もうこのまま煮ちゃって OK です。面取りする時は包丁などを使ってこのように角を取って丸くしてみてください。もしね、時間がある時はやっていただくといいかなと思います。今回はね、ざっと面取りしていきます。はい、で今ね、面取りを包丁でやったんですが、このようなピーラーを使っていただいてもね、簡単に面取りすることができます。ピーラー使うとね、割とすぐできるので、ピーラーを使っていただくのがね、いいかなと思います。こんな感じでピーラーでも簡単に面取りできます。やりやすい方法でね、やってみてください。大根はこれで OK です。それではですね、今から大根を下茹でしていきます。一度大根を下茹でしていただくと味がね、染み込みやすくなります。さらにですね、下茹でする時にこちらお米をね、そのまま加えて下茹でしていきます。そうするとアクが抜けてね、まろやかな仕上がりになります。それではですね、お鍋の中に大根が浸るぐらいのお水をまず入れてください。そしてここに大根を入れます。できるだけね、重ならないように入れてください。そしたらここにですね、そのままお米を入れます。こちら洗ってないお米ですね。これで全体浸して、これで火にかけます。火加減は中火です。一度このまま沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらね、火加減弱火にします。そしてこのまま10分間茹でてください。はい、10分経ちました。火を止めます。だいたいね、大根に8割ほどね、火が入ってる状態です。こちらの大根はこのまま余熱で火を通していきます。そうすることでね、中までね、きちんと火を通すことができます。これからね、イカを切るんですけれども、その間このまま余熱で火を通しておきます。それでは続いてですね、生姜を最初に切っておきます。まず皮を剥きましょう。そして薄切りにします。生姜はこのように薄切りにしてください。ではね、イカを切っていきます。まずね、この足の部分と胴の部分を取り外します。まずですね、この上の部分がくっついてるので、こちらを取り外します。よいしょ。そしたらですね、この出てきた軟骨を取り外します。ピーッと抜いてください。こんな感じです。あとはですね、この足の部分を優しく引っ張って取り外します。
スーッと取り外しましょう。はい、 OK です。この足の部分のここの部分ですね、ここから切り落としていきます。はい、そしたらですね、この部分をちょっと押します。ピュッと。そうするとここに口が出てくるので、この出た部分は取り除いてください。指でね簡単に取れるので、こちらね取り忘れないように注意しましょう。そしたらですね、ボウルにお水を張って、ここに塩をね小さじ1/2ぐらい入れてください。そしてこちらをざっと混ぜて塩水を作ります。このね塩水でイカを洗っていきます。真水で洗うより塩水で洗った方が鮮度が落ちにくいので、できればね塩水で洗ってください。そしたらねこれを洗います。中の部分をしっかり洗ってください。はい、こんな感じでね綺麗に洗いましょう。この足の部分も洗います。はい、足の部分も綺麗に洗ってください。一度キッチンペーパーで水分を拭き取りましょう。中の部分も拭き取ります。あとはねこちらを切っていきます。まずこの胴とエンペラの部分ですね、こちらをだいたい 1.5 センチ幅ぐらいで切りましょう。はい、このように切ってください。そして足の部分ですね、こちらは 1,2 本ずつ切ってください。このね吸盤の部分なんですが、包丁でねちょっとこそぎ取ってください。あと先端の部分もね少しね、1センチぐらい切り落としてください。はい、イカの準備はこれで OK です。はい、イカが切り終わったらですね、こちらの大根を取り除きます。ざるにあけてください。これで水を切っておきます。お米がね入らないように取り除いてください。大根はねこのように水を切っておきましょう。下茹でして余熱で火を入れると、このようにしっかりね大根に火を通すことができます。そしたらね一度こちらのお鍋はリセットしてください。はい、でお鍋がリセットできたら、ここにね煮汁を入れていきます。まずお水とお醤油、みりん、そしてお酒、お砂糖、そしてだしの素を入れてください。そしてこちらを一度沸騰させます。火加減は中火です。時折ね混ぜながら沸騰させてください。ちなみにね今回使用しているお酒は清酒なので、塩分の入ってない料理酒ではなくて、必ずね清酒を使うようにしてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここにねイカを入れてください。あとね生姜も一緒に入れていきます。そしてこのまま2分間煮ていきます。火加減はねそのまま中火で OK です。このねイカなんですけれども、胴の部分はね煮すぎると硬くなってしまいますので、胴の部分はですね2分間だけ茹でて取り出します。はい、2分経ったのでこの胴の部分を取り出してください。あとエンペラの部分もね取り出しましょう。このゲソの部分だけね残しておいてください。ゲソの部分からはね出汁がしっかり出るので、このまま大根と一緒に煮ていきます。そしたらここにですね先ほど水を切っておいた大根を入れてください。このようにね大根を入れたら上に落とし蓋をしてください。今回はねアルミホイルで落とし蓋をしていきます。やけどしないようにね注意しましょう。そして火加減は弱火にします。このまま20分煮込んでください。はい、20分経ちました。落とし蓋を外してください。今こんな感じの状態になってます。そしたらここにですね取り出しておいたイカを戻し入れてください。イカをね戻し入れたら軽くね混ぜてください。はい、そしてもう一度ね落とし蓋をして、このままあと5分間弱火で煮込んでください。はい、5分経ったので火を止めます。そしたら一度ね落とし蓋を取ってください。今ねこんな感じで味が染み込んでます。この状態でね召し上がっていただいても美味しいんですけれども、こちら一旦冷ましていただくとさらに味が染みて美味しいので、時間がある時はね一度冷ましてから召し上がってください。冷ます時はですねもう一度このように表面に煮汁がいくようにちょっとね鍋を揺らすか、またはねお玉などで上にね煮汁をかけてください。そして落とし蓋をしてこのまま冷ましたいと思います。はい、しっかり冷めました。今だいたいね1時間ちょっと冷ました状態です。落とし蓋を外しましょう。そうするとねこのようにしっ
っかり味が馴染んで美味しそうに仕上がります。召し上がる時はもう一度ね、軽く加熱して食べていただくといいかなと思います。これで完成です。はい、これでイカ大根の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように大根はしっかり味が染みて美味しそうに仕上がってます。イカもですね、柔らかくて味もしっかり染みて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまず大根からいただきたいと思います。いただきます。しっかり味が染みててすごく美味しいです。えぐみもなくて大根の甘みがすごく引き立ってます。では続いてイカもいただきたいと思います。いただきます。イカにもね、しっかり味が染み込んでて柔らかくてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のイカ大根のポイントです。まず大根に関してなんですが、大根の皮は厚めに剥いてください。そして今回ね、煮崩れ防止に面取りをしたんですけれども、こちらを気にならない場合だったり、ちょっと面倒な時は省いていただいても OK です。見た目をきれいにしたかったり、あとは煮崩れを防止したい時は面取りをしてみてください。そしてこちらの大根なんですが、一度必ず下茹でして作るようにしてください。下茹でしていただくと味がとても染み込みやすくなります。さらに下茹でする時にお米を一緒に入れていただくことで大根のえぐみを取ることができて、さらに甘みも引き立ってとてもまろやかで美味しい仕上がりになります。そしてイカについてのポイントなんですが、イカを洗う時なんですけれども、真水ではなくて塩水で洗っていただくと鮮度をキープすることができます。イカの胴体の部分はですね、きちんとね、中を洗うようにしてください。そして内側の部分に軟骨もついてますので、こちらも取り忘れないように注意していただけたらと思います。口の部分に関しましてはピュッと押さえると出てくるので、そしたらね、手でちぎってください。そしてその後ですね、調味料を沸騰させてそこにイカを入れてまず2分ほど煮込んでください。胴体の部分に関しましては煮込みすぎると硬くなってしまいますので、2分経ったら一度取り出してください。ゲソの部分に関しましてはこちらはですね、煮込んでると旨味が出てくるので大根と一緒に煮込むようにしてください。そしてその後ですね、大根と一緒に煮込むんですけれども、煮込む時はですね、必ずね、落とし蓋をして煮込んでください。そして20分煮込んだ後に胴体の部分を戻し入れてそのまま5分煮込んで、あとはしっかり冷まして召し上がってください。どうしてもね、時間がない時はそのまま召し上がっていただいてもいいんですけれども、一度冷ましていただくことでイカにも大根にもしっかりと味が馴染んできます。なのでぜひね、一度冷ましてから召し上がってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はイカ大根を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。